はい、ビババンババンバンバビバビバビバババンババンバンバビババンババンバンバビバビバビバババンババンバはいバババはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、白黒のクータ、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、グレーのグーちゃん、チャトラのマスルくんと、上には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、いやー、これシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日も寒くないっちゅうのにさ、ぐーちゃん用にヒーターつけてやったっちゅうのにさ、ルーターはなんだよ。こたつの中から出てこないのかよって感じだな。で、今日はね、お腹が空いてそうだったから、カリカリにしてみましたが、カリカリにすると抹茶は現れないのな。まあでもニャコたちな。白ベースのニャコたちがね、楽しめてよかったよ。はい。で、一日一個猫に関しての可愛いなお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるウサギをつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のこと、ジャスティスって言いますので、どうした一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。入っちゃうのか。はい。にゃんこたち、ジャスティス。はい。今日も塩入りのさゆでございます。あ、抹茶いた。抹茶いたはずなのに、と思ったらな。後ろにいたんだな。今日は朝沸かしたお湯の残り、明日の朝の分だけ取っといて入れたので、まあちょっと
濃いかなと思ったけど、そうでもなかった。いい塩梅の塩入りのさゆでございましたよ。そうで、今日は新しいやかんで沸かしたお湯なんだよね。昨日図書館に行って、で、ホームセンターがあるんだね。で、まあそこはあまり物が安いわけではないんだけど、スーパーに売られてないそういうやかんとかさ、があるんでね、時々必要なものをね、入手するのにさ、利用するんだけど、やかんがね、取っ手のところがさ、割れちゃっててさ、なんでそんなところを割ることができるんだろう。なんか逆に器用すぎてどうやって割ったのか教えてほしいっていう感じで、まあ割れちゃってたんでね。だからそれだけなんで別に使えないわけじゃないんでさ、今までもなんか使っちゃってたんだけど、まあお客さん使うときにね、壊れてるところ、ね、触られるとちょっとね、怪我されたりとかしたら困るからと思って、しゃあないと思ってね、買ってきたんだよね。で、形がちょっと今までのとは違うっていうの。今までのはまあなんだろう、縦に長いというか、まあ、正方形っぽい感じの丸っぽい感じの、形だったんだけど、今度は横に長いみたいなね、内容量は特に変わらないんだけど、横に長いみたいな、平べったい感じの感じだったんだよね。で、最初どうすんだっけと思って、とりあえずゆすかと思って、ゆすいでな、ゆすごうと思ったら中に説明書っていうのかな。なんか入ってて、ああ、入ってたと思ってね、危なかったよっていう感じでね、その説明書を抜いて、で、ひとまずゆすいで、で、今日は初めてね、新しいやかんを使って沸かしたお湯だよっていう感じ。でさ、今日朝暑かったんだよね。すっごい暑くてさ、暑いなと思って。そう、今日ゴミ出しだったわけよ。今日木曜日でさ、ゴミ出ししなきゃな、なんて思いながら、今日はさ、にゃんこがまだね、日向ぼっこする前だったんで、今なら洗濯機回せると思ってさ、先に洗濯機回して、それからにゃんこの世話して、で、最後っていうのかな、まあ、にゃんこのご飯あげる前に、あれか、ゴミ出ししないとダメかなと思ったけど、にゃんこもなんかもうお腹空いたみたいで騒いでたから、ダメか先にご飯あげなきゃみたいな。でももうゴミ出ししないとやばいみたいな感じで、にゃんこにご飯あげて、ゴミ出しして、で、8時半ぐらいになっちゃったんだよね。で、本当は7時半までにゴミは出しといてくださいみたいに書かれてるんだけど、まあ大体ね、8時とか、最近遅いんで8時過ぎちゃったりとか、まあ今日みたいに8時半ぐらいになっちゃうともあったりするんだけど、じゃあ結構ゴミね、置かれてる午後ぐらいまで置かれてたりとかするから、まあ大丈夫ですよみたいな感じで、いつもね、悠長に考えて8時半ぐらいに出してたんだよね。で、出して、その時になんかね、荷物がね、アマゾンの大きい箱を抱えたお兄ちゃんが、来て、でね、自分が行こうとする方に、そのお兄ちゃんがどんどん行くわけよね。だから、あれはもしかしてうちのギフトかな。うちのアマゾンのギフトかなみたいな感じで。で、やっぱりね、うちの前に置いてたわけよ。いや、どうも、みたいな感じでね、でっかい荷物を送ってくれて、置いてくれてね、運んでくれて、ありがとう、みたいな感じで。で、なんだこのでっかい箱、これ、うち入るのかうちのゲット入るのかみたいな感じで引きずって、とにかくでかいから私は持つことができなかったんで、がないから、押して引いて、とりあえず玄関の中に入れて、で、そこで中開けてね、で、ほら、やたらでっかい箱でさ、アマゾンってさ、送られてくるじゃんか。だから今、せっかくようやっとゴミ出したっつうのに、またゴミ箱いっぱいになっちゃうよと思ったんでさ、あんこに使われてる紙の部分だけ、とりあえずまとめて、で、袋に入れてね、で、もう一回ゴミ捨て場に向かったわけよ。まあ、その時間5分ぐらいかなっていう感じなんだけどさ。そしたらね、もうね、ゴミすっかりなくなってて、あれって間に合わなかったと思ってさ、
急いでまとめたつもりだったけど、間に合わなかったっていうか、ギリギリだったんだなと思ってさ。今までゴミ出しギリギリだったんだ。ギリギリセーフだったんだと思ってさ。いやー、危なかったなと思ってね。だから今後はちょっとやっぱりちゃんとね、まあ7時半じゃ早いかもしれないけど、8時ぐらいまでには出せるようにね、心がけようと、心に誓った日でございました、今日はね。ハローさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。もう誰も来なくなっちゃった。もう誰も来なくなっちゃってね、一人で喋るの辛いなっていう感じな。で、そのギフトが届いて、いっぱいいっぱい入ってたんだよね。で、おーと思ってさ、にゃんこベッドが入っててね、にゃんこベッドが2つも入っててさ、で結構でかかったんだよね。なんかその前に、にゃんこベッドをウィッシュリストに入れてたやつは、猫用だから S、M、L ってあったら S かななんてふうに思ったら、ちょっとちっちゃくてね、まあ、たまちゃんはちっちゃいからさ、入るんだけど、その子が入らなくてね、みたいな感じで。じゃあそれよりもうちょっと大きいのじゃないとダメよね、と思ってさ。それよりもうちょっと大きめのサイズのさ、今度ウィッシュリストに入れてたらさ、今度結構でかくて、でかいなと思って。だからでかくて入んないのかなんだか知んないけど、いつもだったらたまちゃんすぐ入るんだけどさ、猫ベッドね。なんか今日全然たまちゃん入んなくて、あれ、たまちゃんが入んないんじゃ誰も入んないじゃんとか思ったんだけど、いつの間にかなんかね、クータがね、入ってたみたいでね。だからベッド、今回はクータが最初に入ったよみたいなね。クータ入ったところは取れなかったんだけどな、ね、気づいたらクータ入ってたよって感じ。てったまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日もしぶとーくやっておりますよ。なこさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、またまた天岐阜が、そうなんだよ。暑い。暑いよね。で、なんだ、そう、またまた天岐阜が届いて、だから、でっかいベッドでさ、でね、アマゾンってやったら箱でかくてね、あんこスカスカでっていうのかな、いっぱい入って、無駄にいっぱい入ってるけど、結局中はスカスカでみたいな感じで。だからそれで持ちづらくてみたいなところがあるんだけどさ、中身のそのベッドとかそういうさ、ちっちゃくできるものをさ、もうきっちきちにぎゅうぎゅうにさ、もうちっちゃくね、詰められてて。でね、なんだっけ、ぐるぐる巻きにされてんじゃんか、テープでさ。あれ、剥がすのがもうほんとさ、大変っていうの。なんか椅子が後ろにありすぎるのかな、私な。なんか後ろに戻っちゃうんだよね。で、なんとか、やっとこせ出してな。そしたら、そんな立派なベッドが出てきて、すげえ立派だったなっていう感じだったね。よしさん、じゃあ、自宅付近の飼い猫は、年が21歳だそうです。すごい。猫の平均寿命は15、6歳だったはずなのに、猫の寿命も伸びているのかもしれません。まあ、長生きの子だと、まあ、20歳以上生きたりとかするよね。まあ、平均寿命はそのくらいかなっていう感じだけどね、確かにね。なんか急にね、16歳になると途端になんかね、ガタが来ることが多くって、だから前飼ってたうちの子も16歳で亡くなったかなっていう感じね。だからそれの記録を今更新中だよ、うちのこの子たちはなっていう感じね。てんたまさん、よしさん、こんばんはね。まあ、健康で長生きしてくれると大変嬉しいよっていうね、感じだよな。で、今日は、今日農協行ったんだな。今日は農協行ったらオレンジ色のものが置いてあって、で、昨日よりも全然ね、なんか物がいっぱい置いてあるなっていう感じだったんだよね。で、オレンジ色のものあるぞと思って
ただまあ、みかんがこの前あったからね、まあ、みかんかもしれないけど、オレンジ色のものがあるとちょっとね、嬉しいなって。で、柿あるかなと思ったらね、今日はね、柿あったんで、3個で100円の柿あったんで、あったと思ってさ、これは買わなきゃと思ってね、2つ買うぞと思っていたんだけどね。で、今日はね、3人ぐらいおばさんたちがいたかな。で、今度はお金を入れたいんだけど、お金入れたいところにもみんななんかこうやっているからさ、なかなか入れることができなくて、私は柿を買うんだけどな、みたいな感じでね、なんか小松菜とかがあったかなっていう感じなんだけど、で、3個100円の柿をゲットできてよかったよっていう感じなんだけどさ、だから多分、柿出してる人が違うんだと思うんだよね。2個150円の人とその3個100円の人でね。だから3個100円のやつはまあちっちゃいんだけど、ちっちゃいのとかあと不揃いっていうの3個ってもね、同じ大きさのじゃなくて、バラバラの、まあまあ中くらいのやつと、まあ小さいの2つで、3個で100円みたいな、そんな感じでね。まあ、150円で2個入りのやつだと、まあまあ中くらいのやつね、まあスーパーで売られてるよりはちょっと小売りだけど、まあそれが2つで150円みたいなね。まあ、そんな感じで。まあそれでもまあね、もう十分安いのかもしれないんだけど、まあ、3個100円があるからさ、それをついついね、探してしまって、で、今日はあったんでね、買いましたよっていう感じ。でね、最近っていうかね、すっかりお花屋さんになっちゃってるよって話だったんだけどさ、ドライフラワーも売ってるわけね。で、ドライフラワーも売ってんだけどさ、なんかリースが売られてて、クリスマスだね、みたいな感じ。まあ、クリスマスはまあわかるんだけどさ、最近スーパー行くとさ、スーパー行くとじゃなくて、スーパー行くとだってんだよ。スーパー行くとさ、そのクリスマスの曲が流れてて、クリスマスか、もうそんな時期かってなんかさ、もうね、スーパー行ってクリスマスの曲を聴くたんびになんだか絶望感。なんだか絶望感に襲われるんだけどさ、曲はまあクリスマスだったけどね、置かれてんのがさ、もうクリスマス通り越してさ、なんかおせちとかさ、おせちではないかもしれないんだけど、正月飾りがもうね、もうクリスマス通り越してさ、置かれてるわけよね。早くねーと思って、さすがに。なんか12月入ってからならまあわかるけどさ、まだ11月だもんね、ってかね。もう最近はクリスマスね、もう通り越して、正月飾りが、だって今これさ、売ってたって買う人いるのってすごい不思議なんだけど、置いてあるんだよな、みたいなね、感じで、ちょっとびっくらこんでございますね。吉井さん、こんばんは。21歳はすごく長寿ですね。もう本当にそれまでっていうか、それよりもずっとね、長生きする子もいるんでね、そうやって元気で長生きしてくれると嬉しいなっていう感じね。吉井さん、てんたむさん、たぬこさん、こんばんは。たぬこさん、吉井さん、こんばんは。てんたむさん、3個100円は安い。そうそうそうね。まあ、小ぶりであってもさ、3個入ってたらさ、なんか納得感あるじゃん。納得感あるじゃん、みたいな感じね。これは書いた、みたいなね。でもみんな全然書きには全然目もくれず、なんか野菜ばっかり見てる感じだったかなっていうのとさ、そうなのかと思ってさ、書きでキランってなるの。私だけが。私だけが。ってな。あとは牡蠣がゲットできてよかったよ。まあ今日食べなかったんだけどね。そうで、まあ缶詰生活してるんだけどさ、その時ね、大根おろしをいつもさ、おろして、で、一緒に食べてたわけよね。で、まあ、大概おやつに焼き芋か柿を食べる感じで、ただ午後はね、夕飯はね、だから缶詰を昼で開けるじゃん。で、中身を食べるじゃん。で、汁が残るじゃん。
で、その汁を使って夕飯ね、なんか作って食べるっていうことをしてるんだけども、なんか夜お腹が空かなくてさ、お腹が空かなくてというか、胃が痛くてね、胃が痛くて食べれないみたいなね。お腹は空いてなくても、まあ、胃が痛くなければ食べれるんで、まあ、食べるんだけど、胃が痛くて食べれないみたいな感じだったんでさ、で、それの原因がね、まあ、さつまいもかなみたいなところがあったんで、とりあえずね、焼き芋はやめとこうみたいな話に昨日なってたんだけど、今日ふとさ、あれもしかして大根おろしかもしれないと思って、なんかね、生の野菜とか果物がさ、ダメなんだよね。だからあれ、大根おろしが原因かもしれないと思って、今日はね、大根おろしやめてみたんだよね。で、まあ、おやつ、じゃあ焼き芋食べるとかも思ったんだけど、いや、結局原因がわからないから、それね、どっちもやめとこうと思って、で、今日は大根おろしと焼き芋やめてね、見たんだけど、まあ、あんま変わんないっていうのかな。まあ、ちょっとマシ、かなっていうのがあったんで、やっぱ大根おろしも多少原因がありそうだぞ、みたいなね。なんだろうな、なんだろうな、みたいなね。まあ、ぬか漬けを食べてるんで、ぬか漬けも一応ほら、漬物だけどさ、生野菜じゃん。だから、それもあるかもしれないし、まあ、あとそもそも食べてる量が多いっていうの。いつもさ、自炊だと、まあ、昼ご飯炊くじゃん、みたいな、いちご炊くじゃん。で、半分夕飯用に取っとくじゃん、みたいな。で、半分ね、納豆ご飯で終わりとかさ。で、夕飯はね、野菜スープを作るじゃん。それに残ったご飯入れるじゃん。で、おかゆにして食べるじゃん。以上終わりみたいな。そういう生活だったんで、それに比べるとさ、一汁三菜っていうのこんな感じなんでね、食べる量がね、めっちゃ多いんだよね。普段食べてるように比べてね。だからね、それで全然お腹空かないっていうのはあるんだよね。で、お腹空かないんだけど食べてるから、常に栄養がね、もう足りてる状態で日々過ごしてる感じなんで、まあ、それで胃が痛いのか食べ過ぎみたいな。結局原因食べ過ぎですかみたいなね。そんな状態から、でも、ちょっとマシだったね、今日は。っていう感じだ。大根おろしもちょっと原因ありそうかなっていうところ。まいさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。結局、ヒーターつけると、グーちゃんは釣れなかったけど、クータはあそこにいいんだな。今日の朝もさ、ね、今日は寒くはなかったんだけど、まあ、ヒーターつけておいたわけよね、タイマーでさ。そしたら、グーちゃんとマッチャが、マッチャじゃない、クータ。グーちゃんとクータがあそこで団子になってたよね。やっぱりそこにはいるんだ、グーちゃん。みたいな感じだったな。それからさ、まいさん、こんばんは。よしーさん、私の社畜時代の話ですが、はい、最近の話ですかね。私より10歳若い後輩が、社内アンケートで自分は役に立たない人間だと思いますかという質問に、一番に丸をつけてました。そんな質問が社内アンケートでどんな会社なの？一番はそう思うです。私はその後輩に一番に丸つけているのというと、私の回答5番、全くそうは思わないを見て、ヨッシーさんは自分が役に立つと思っているんですか？面白いシーンでございますね、それね。私の大好物な感じのシーンでございますね。で、ださん、腹痛の原因は何でしょうね。ピロリ菌じゃね？ピロリ菌なんじゃねえのみたいなね。そんな感じかな。ねでね、まあ、元気に生きてるっていいんじゃないですか。ピロリ菌ぐらいでちょうどいいぐらいのね、元気でさだよ。
ズッキーさん、皆様こんばんは。ボスは本日も仕事をやっておりますよ。ね、何の話してたんだっけ。社畜時代の、とんでも話。皆様の社畜時代のとんでも話。あったら、ね、教えてくださいませ。よしさん、私の会社は九州でも巨大な企業です。お、さすがだ。私は世の中に役に立たない人間はいないと思っているよと言いました。そうですよ。後輩は無言でした。ね、思い込んでる人っていうか、思い込みたい人っていうんだけどな。そうなんです。私も多分ね、そんなアンケートがあったらそうやって答える。そうやって答えるけどな。まあね、役に立たない人なんてね、いないんですよ。でね、迷惑をかけない人間なんかもいないんです。もうみんな漏れなく誰かに迷惑をかけて生きているし、だから迷惑をかけることが悪いことではないし、ね、で、世の中のね、役に立っていない人っていうのも一人もいないんですよ。で、なんかしなきゃいけないわけじゃなくて、ただ存在してれば役に立っているので何者かになろうとしなくていいんですっていうね、話だよ。テータマさん、ズキーさん、こんばんは。マイさん、美容3飲み始めてから会長です。美容3ってなんだろうな、便秘薬かなんかなのかな。中国産のものってやっぱりダメらしいね。なんかそうなのかと思って、なんか判断がちょっとわかんないよなと思ってたんだけど、今日動画見てて、中国産はダメですっていう回答がね、あったんで、あ、そうなんだと思って、だから今後ちょっとね、中国産はやっぱりやめとくか、みたいなところがあって、だからオーガニック食品ね、オーガニックのさ、マークついてるんだけど、裏を見ると原産国中国っていうものはさ、まあよくあるわけよね。で、よくあるんでさ、判断に困ってたわけよね。まあ、そのオーガニックマークがついてない日本産の食べ物か、それとも中国産の食べ物か、どっちがね、いいんだろうっていうのでさ、判断に困るところがあって、最近豆腐はね、豆腐はその北海道産の、大豆を使ってるね、豆腐が売られるようになってきたので、そっちを買うようにしたんだよね。まあ、水煮とか、ね、タケノコの水煮、まあ、タケノコの水煮つったらもうさ、オーガニックのマークがついてんだけど、中国産のしかなくてね、ただまあ、そもそも水煮ってどうなのかなって思う部分はあったんだけど、まあ、数少ないオーガニック食品の一つなんでね、まあ、時々はそういうものを利用してみたりとかあったんだけど、やっぱり言ってたんだよね。あーって言って、そのね、中国産の、ね、オーガニックの食品はい大丈夫なんでしょうかみたいな質問でさ、中国産はやめてねっていう話だったんで、ダメなんだ、中国産と思って、そうかと思ってさ。で、ほら、甘栗なんかもさ、中国産じゃん。まあ、ただ、今買ってる、なんだっけ、杉薬局の甘栗が、あれはちょっと安くはないから、まあ、中国産ではなかった気がすると思うんだけど、なんか100均で売られてる甘栗な。あれもやっぱりさ、オーガニックのマークついてるんだけど、まあ、だから一応安心してね、中国産だけども、だから栗は多分その農薬だとかなんだとか、そういうのいらないんだろうなーなんて思って、まあ安心して食べてたんだけどね、あれは中国産だったよなと思って、中国産ダメなのかと思って。だからなんで中国料理はね、全部油でね、高温の油でね、揚げたり炒めたりして調理してると思うっていうのでね、つまりそういうことですよっていうのでさ、
生では食べちゃいけないものだからね、そうやって調理してるんですよっていうね、話だったんで、あ、そうか、なるほど。そっかと思ってね。中国は水がないからね、水使えないから、だから油でね、その殺菌っていうの、そういう風にして調理するんで、油炒めっていうのかな、そういう調理が多いよっていうのを聞いてたんだけど、そういう理由かっていうのをね、今日は初めて、聞いたので、今後ちょっと中国さんはやっぱりね、どうしようかなって思いながら、みたいなところがあったんだけど、ちょっと明確な判断がね、できるかな、みたいな、感じ。タヌコさん、人には人の乳酸菌、あ、なんかそんな CM あったよね。人には人の乳酸菌とか言ってる CM あった気がするけど、それがビオスリーっていうやつ、乳酸菌のことなのか、腸活をしてるっていうことだな。ね、そう。だから、ぬか漬けね。ぬか漬け、なんか、酪酸菌。酪酸菌を取れる食品が、ぬか漬けか、臭豆腐臭豆腐っていう、臭豆腐だから多分腐ってる臭い豆腐のことだと思うんだよ。まあ、それが多分中国、料理かなんかなのかな。なんだかわかんないけどね。いう感じで、まあ、臭豆腐好きな人は臭豆腐食べればいいと思うけど、臭豆腐なんかはね、入んないじゃんみたいな。で、ぬか漬けだったら日本人はね、割と身近だから、だからまあ、ぬか漬け取ればいいじゃないのっていう話でさ。で、その酪酸菌がね、デトックスにいいみたいだから、まあ、PFAS がデトックスできるかどうかわかんないけど、まあ、水銀とかね、そういうのデトックスできるみたいなので、なんかデトックスを意識してみようみたいな、ね、そんな感じと、あとはまあデトックスだと、やっぱり睡眠ね、寝てる間に、とにかく人間の体は、毒物っていうかね、排出するらしいんだよね。だから、睡眠、よく眠るっていうのは、まあ大事っていうふうに言ってたよね。だから一番睡眠がその寝てる間に、体からね、毒素をね、排出するっていう動きをするので、寝ることは大事。だから、腸活とか、まあその次みたいな感じだけど、だから寝ることと、そういうなんとか筋、筋活っていうのかな、そういう感じだったっけか。忘れちゃった。覚えてるのそれだけ。みたいなね。ビオフェルミンか。人には人の乳酸菌、ビオフェルミンね。なんか CM あったよね。まゆさん、腸活のために、腸詰め食べてます。ああ、なるほどね。ね、その部分のものを食べるといいよみたいなやつね。なるほど。そうで、ソーセージとウインナーの違いさ、ね、そっか、知らなかったなと思って、この前調べてみたんだけど、あ、そういうことだったんだと思って、なんだっけ、ソーセージはウインナーの中の一種とかって言ってたかな。で、ソーセージは人工的な、その詰め物の中に詰めて作ったもののことをソーセージと言って、で、逆だったっけウインナーウインナーがそっちだったっけど、どっちがどっちだか忘れちゃったけど、で、まあ、ウインナーがその腸詰めのことをみんな逆だったかな忘れちゃった。どっちだったか忘れちゃったけど、まあ、人工的なものに詰めて作ったものか、それとも動物の腸を使ってね、作ったものかの違いだったみたいだね。テザオさん、ビオフェルミン飲むと、治るかも、そうなのか。ピロリ菌に効く。ピロリ菌に効くかしら。タヌコさん、腸詰めとは、
まあ、腸詰めっていうのは、そのウインナーとかソーセージとか、まあ、そういうものだとは思うんだけどね。ね、そうで、フランスのその、なんだ、ソーセージだかウインナーみたいなやつにさ、血を詰めたやつがあって、で、まあ、それがグロいから、日本人にはあまり好まれないとは思うけど、ただまあ、フランス人はね、それを、ね、食べ慣れてるんで、なんかそれ食べるのが美味しいって感じるらしいんだよね。まあ、やっぱりちょっと癖はあるかな、みたいな感じらしかったけど、血を詰める。血を詰めてるんだ、みたいなね。そんな食べ物もね、フランスはな、みたいなね、感じよね。美食なのか、何なのか、みたいに、ちょっと思うときが、時々あるかなっていう感じよね。あとなんだっけ、デトックスと、腸活と、あと何があったっけな。会社の、社畜時代のとんでも話。とんでも話っていうか、なんか今、ちょっと悔しかったなっていう思いで、どうでもいい話を思い出したけど、どうでもいい話を思い出したけどさ、そのね、なんか、心理学ではないか。なんかね、何かしらの、ちょっとね、普段の仕事とは違うジャンルっていうのかな。まあ、活かせる、心理学的な感じで活かせるんじゃないかみたいので、なんか勉強会みたいな、その会社ではなくて、テナントで入ってたんだけどね、そのみんな、いろんなテナントで入ってる、ね、お店、みんな参加して、で、その、なんか心理学的なものを学ぶみたいなやつがあって、で、前にスクリーンがあって、で、ここに文字が書かれてるんですが、読める人いますつって、で、読めたんだけど、ただ、意味がわかんなかったんだよね。で、みんなそれ文字に見えなかったみたいで、私はパッと見てわかったんだけど、だ前の人の頭があって、だから見えなかったんだよ、全体がね。だから意味がわかんなくて、文字は見えるんだけど、と思って、なんか言葉だったらしいんだけど、言葉読めなくて、で、ね、なんか文字見える人、はい、つってさ。で、一応多分こういう文字だろうと思ってそれ読んだんだけど、違うとかって言われて、それが悔しかったんだけど、なんかその人の前の人の頭なければ読めたのにさ、なんか大勢の前で恥かいて、悔しかったなっていう思い出をね、今急に思い出したよっていうね、話。どうでもいいんですけど、みたいな、感じ。でもさ、血のウインナーはさすがに食べれないね。なんかちょっとね、グロいよね。何の血つってたかな忘れたけど、なんかあるらしい。血を詰めたウインナーかな。ウインナーとは言わないんだよね。なんかソシソンとか言ってた気がしたけど、まあその血のウインナーのことではなかったかもしれないけど、そういう腸詰めの食べ物がいろいろとあるんだよな。カニタさん、ジャスティス。鉄分補給はできそうですね。ああ、そうだね。血だからな。そうだよな。テタワさん、カニタンさん、こんばんは。そっか。だから、胃が私の場合は悪いんだから、胃を食べろっていうこと。胃を食べるってホルモンかな。ホルモン、牛のホルモンってこと。牛のホルモンで胃、なんて言うんだろうね。なんだ、千枚とか、そんな感じ知らんけど。適当なこと言ってみた。カニタンさん、テンタワさん、こんばんは。じゃあ、テンタワさん、カニタンさん、こんばんは。で、あとそう、今日、天城府で届いたのは猫のベッドと、またね、全部シリーズね、全部シリーズほぼ揃ったんじゃねえかなって思うんだよね。
まあ、あと、他にもまだいろいろあるみたいなんで、まあ全部ではないんだけどさ、だいぶ揃ったなと思って、今日はね、クラッカーが届いたんだよね。クラッカー入ってたと思って。最初自分でパスタ食べたじゃんか。でね、その後なんだ、ラーメンと、あとはスープね、パスタが入ったスープっていうのがあって、で、それもまだ食べてないけどね、取っとこう、後で取っとこうと思って、で、食べてないけど、で、ほら、この前さ、全部ブレッドが気になるって言ったら、全部ブレッド届いてさ、ね、で、クラッカーもお気に入りに入ってたんだね。で、今日はあれ全部が来たけど、なんだろうなと思ったら、クラッカーだったんで、そっか、クラッカーなんかもあったんだっけと思って、これは多分すぐ食べちゃいそうだなっていうさ、もうね、開けてすぐ食べられるやつはさ、食べちゃいそうだなと思って、しまっとこうみたいな感じで、まあしまったけど、ねだから結構だいぶ全種類ね、揃ってきたんじゃねえと思ってね。これはなんだろう、全部を全部食べるっていう動画あげるべきみたいなね。そんな感じになってきた。まず自分はビオフェルミン推しますそうなんだね。あとは、なんかあったっけな。今日なんか見たっけな。今日行って、で、スーパーは行ったっけな。行ったけど何も買わなかったんだっけな。まあ、豆腐でも安くなってたら豆腐でも買うかねぐらいな感じで行ったけど、何にも目当てのものはなかったので、もう買わずに帰ってきた気がするな。そうで、あとはタンパク質だね。もうね、今更遅いかもしれないけど、もうね、50歳にもなったら、もう40歳からだったけどか、なんかね、骨密度っていうのが、まあ、カルシウム、違う、タンパク質忘れたけど、とか、だから、タンパク質が必要なのか、骨作るのに、よくわかんないけど。忘れちゃったけど。とにかく、タンパク質を、もういかに取るかって、だから、タンパク質を食べるために生きてるようなもんだっていう話でさ、そうだったのかと思って、全然今まで私、タンパク質取ってなかったな、あんまり意識して。タンパク質取ってなかったな。とにかく野菜ばっかりで。だからずっとね、食欲が止まんなかったのかなって思うんだけどさ、ね、なんか全然タンパク質は意識して取ってなかったんだけど、もうね、40だとか、もうね、まあ今更遅いかもしれないんだけど、もう骨粗しょう症にならないための、まあ、食事を心がけていく必要があるっていうので、まあ、タンパク質が必要だって。でタンパク質がその食べためができないっていうの、他の栄養素と違って、貯めておくことができないから、日々その日必要な分のタンパク質をもうね、補うっていうのしかないんで、もういかにタンパク質を取るかっていうのが、もうね、課題。で、年取ってくると胃酸がね、弱くなってくるんで、だから食欲がなくなるらしいんだよ。私のことみたいな。ね、この前まで止まらない食欲どうしようとか言ってたのにな。なんか、私のことみたいな感じだけど、ね、なんか食欲がなくなるんで、だからタンパク質をで、年を取れば取るほど、タンパク質がどんどんね、必要になるんで、どんどん取らなきゃならないのに、食は細くなっていくんで、取れなくなっていくんでね。だからまあ、そういう時にしょうがないから、プロテイン取るっていうのはまあいいと思うのでね、だから若いうちからプロテインを取るのはどうかっていうので、ね、年取って取らなきゃいけないのに食べれないかっていうので、まあ、プロテインを取り入れるのはまあいいとは思うんだけど、
のでね、そっか、タンパク質が全然考えてなかったっていうので、だから最低卵を1日に3個は食べないと足りないらしいんだよね。で俺もほら、今までさ、卵は1日1個までって教育されてきてきたからさ、なんか2個食べると罪悪感みたいなところがあったんでさ、ところが今は3個食べないと、最低3個食べないと足りないよって話だから、そうかと思ってさ、なのでね、卵買ってきちゃ、ね、味噌汁に卵入れ、ね、なんかおかずには卵入れ、で、おやつにはゆで卵食べるみたいな。まあ、そんな感じでね、なんかもう本当、タンパク質だらけで、今までだったら、こんなにタンパク質ばっかりじゃ、野菜足らないじゃんと思ったんだけど、ね、いや、これ以上食べれない。これ以上食べれないみたいなね。そんなようだよね。ねえ、だからさ、全部シリーズは備蓄ですか？そうだね。日持ちするからね。まあでもね、ちょっと味見でそれぞれ食べてみてもいいかなって思ってさ、あ、こんだけ溜まってくるとな。まえさん、いつからでも大丈夫ですよ。あ、そうなんだよね。まあ確かにさ、諦めたら終わりっていうのね、だって今が一番若いわけだからさ、ね、今から気づいた時から始めるのが一番ベストなわけじゃんか。ね、だからしょうがない。ね、間に合わないかもしれないけど、気づいた時からな、やるかと思って、最近はだからね、タンパク質生活だよな。カニタンさん、うちも全部を買ってみました。パンがパサパサ。ああ、そうなんだ。うちとずいぶん違うね。うちのパンは全然パサパサしてなかったよ。ガニザーさん、でも、タンパク質が多いのは魅力。あ、タンパク質多いのか。あ、そっか。豆でできてるから、そういうことか。そうだね。てんたまさん、パサパサだとスープに浸して食べたりですか？ああー、確かにね、フランス人は何でも汁につけるもんな。何でも汁につけて食べちゃうもんな。ガニタンさん。ジャムやバター足すから、なんだかな、そうだね。そうやって食べちゃったら、あまりね、意味ないかなって感じしちゃうよね。普通にパン食べればよくないって感じになっちゃうな。ねえ、ヨッシーさん、全部は麺が美味しいかと食べるの楽しみです。あ、まだ食べてないのね。パンだけ食べてみた感じか。そうだね。なんか私が食べたのは、まあ、大体美味しかったかなと思って。ただまあ、パンは逆にその膨らますの一生懸命頑張ったんだろうなっていう感じが、口に入れた時に、感じるのでね、なんだろう、ビールの泡的なっていうのかな。そんな感じなんでね、それがちょっと、慣れるまでのあれだろうけど、でもまあね、味とか食感は別に全然問題なかったんで、ね、小麦粉を使ってないパンの割には、だいぶ美味しい方なんじゃないかなと思ってね、ちょっと感動したくらいだったかな。で、まあね、タンパク質な、だから肉で取ろうとすると、かなりの量をね、食べなきゃならないらしいんだよね。で、それでいくと、やっぱりね、安く済ませられるのは、卵。で、植物性、その納豆とかね、豆腐とか、大豆製品でもう、取らないよりは取った方がいいんだけど、ただ、まあ効率的には肉を取った方のが、まあいいんだけど、肉で必要なタンパク質量を補おうとすると、まあそんな食べれないんでね。だから、卵、ね、一回食べるって話だったな。と、どこだっけか。手玉さん、全部シリーズももう少し安ければ買えるのにね、ちょっとね、まあ、しょうがないかなっていう感じはあるけどね。まいさん、かわいこちゃん来たね、ゆりたん。ゆりたん、かわいいんだけどさ、かわいいんだけどさ、うちの学校やってほらね、シーツだらけになってるのがさ、
このな、可愛い子ちゃんの鍵をな、後ろでするんじゃないかと思ってヒヤヒヤなんだよ。ねえ、ペンタマさん、キッコーマンから出てる大豆麺がたまに半額でカゴに入ってます。そうなんだ。キッコーマンで出してんだ。あ、そういえばさ、昨日そのスーパー寄ったわけよ、図書館の後にさ、米粉がそこで売ってるから、米粉買わなきゃと思って、で、米粉買いにスーパーに入ったんだけど、まず最初にね、野菜の棚っていうの、トマトが、見えて、で、トマトに半額のシール貼られてたわけよ。で、半額だと思って、いくらなんだと思って、まあ200円ぐらいだから、ね、トマト高くて買えないからね、まあ200円ぐらいで買えるならいいんじゃんと思って一瞬手に取ったんだけど、なんか、と思って、特定して、食品とかなんか書かれてるわけ。で、また他のトマトも半額って書かれてたんだけど、そっちはなんかギャバとか、なんかリコピン 1. 点何倍とか、なんか書かれてるわけ。で、メーカーがカゴメだったかな。で、と思ってさ、なんかカゴメがちょっとね、変わったことをやってんだよね。だからもしかしてそれと思って、あ、普通のトマトじゃないんだ。なんか遺伝子操作されてるやつかと思って、いや、ちょっと気持ち悪いなと思って、そっと棚に戻してね。えーっとトマトは買わなかったよみたいなことが昨日ありましたね。コーンから出てるんだね、大豆麺。あ、そっか、大豆だからね。よしさん、ただ豆を原料として麺を作っている企業は全部だけのようで、そうだね。今のところ、殿様商売ですね。どうなんだろうね。ヨッシーさん、キッコーマンから出ていたのですか？調べて全部だけかと思ってました。キッコーマンも購入してみます。そうだね。食べ比べすると面白いかもしれないな。ね、その、豆がね、どっから来てる、どこで作られた豆なんですかっていう感じ。なんか、キッコーマンもね、醤油があんまりどうかなっていう感じがするので、ちょっと微妙かなって思うけど、みたいなね。はい。はい、丸大豆だったらね、大丈夫かなと思いますけど。天玉さん、よしさん。キッコーマンの大豆麺はソースもついてますよね。そのソースがどうなんそのソースがどうなんだろうっていうね、ところがあるよなっていう感じ。というわけで、本日も竹田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい。アメフタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかったね。なんかいろいろ種類が出てきてね。全部シリーズが全部揃ってよかった。全部ではないんだけどね、まだ他にもいっぱいあるみたいなんで。ヘルシーな話があってよかった。よかったよね。楽しんでいただけてたら幸いでございます。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイバイ。